こんにちは、ピヨピッコです。先日、ダイソーのアニマルポシェットをアレンジしてぬいぐるみを作りました。この可愛いアイテムを使って他に何か作れないかなと思い、動物のお顔、耳をそのまま活かしたふわふわのアニマル帽子を作ってみました。余った生地で尻尾も作ってみたら、単体でもとっても可愛い帽子になりました。今回は同じシリーズのアイテムを使って、ぬいぐるみ用の帽子の作り方をご紹介したいと思います。型紙は無料でダウンロードしていただけます。動画の概要欄、およびコメント欄にリンクを貼っているのでチェックしてみてね。ちなみに、デフォルトの頭位は26センチとなっています。ピヨピッコ監修の一番優しい押し縫い作り方ブックに合わせて作りましたが、10から15センチくらいのぬいちゃんならかぶれるサイズかなと思います。今回はポーチで作りますが、同じシリーズのポシェットでも同様に作ることができます。まずはパーツを分解します。裏返すと返し口があるので、そこから縫い目をほどいていくとやりやすいですよ。分解できました。表のファー生地と耳、そして今回は裏地も活用します。型紙は A4 でプリントしておきます。顔と後ろをそれぞれ裁断ラインでカット。顔の刺繍に合わせて型紙を置きます。顔が斜めにならないように、中心や高さをしっかり合わせましょう。動物の顔によって最適な位置は異なります。内側の縫製ラインがお顔の刺繍にかぶらないように注意しましょう。チャコペンで印をつけます。裁断します。ファー生地の裁断は、ハサミの刃をファーの隙間に差し込み、少しずつ切っていくのがポイントです。顎下の合い印は少し切れ込みを入れておきます。後ろパーツを2枚裁断します。ギリギリのサイズなので2枚分取れるように型紙を置く位置に注意してください。生地の下側を大きめに残しておくと尻尾が作りやすいです。裏地も同様に裁断します。縫い代は5ミリです。縫製ラインを描いておきたい場合は、型紙をカットして書き写してください。洋服作りに慣れている方は、この手順は飛ばしても OK です。お顔パーツのダーツを縫います。中表に半分に折り、半返し縫いで縫います。はじめは1針ずつ丁寧に縫っていきましょう。慣れたら針ですくうように縫うこともできます。
この辺りからミスで手順が撮影できていませんでした。わかりづらくてごめんなさい。後ろパーツ2枚を中表に合わせて片側を縫います。これで前と後ろが揃いました。耳はそのままだとかなり大きいので、少し折って立体的な耳にします。折った部分を仮縫いしておきます。耳をつけたい位置を確認し、内側に倒して縫い代部分に仮縫いします。仮縫いは並縫いでも OK です。左右対称になるようにもう片方も縫い付けます。耳を内側に倒し、後ろパーツを中表に合わせます。ここを縫い合わせます。表にひっくり返してバランスを確認します。裏地も同様に作ります。表地と裏地を縫い合わせます。前後を確認し、表面同士が重なるように中に入れます。まず顔の合い印を合わせて、他の縫い目もぴったり合わせます。返し口を残しておく必要があるので、後ろを6センチほど残してぐるりと縫います。返し口から表にひっくり返します。返し口はこの地縫いで縫い閉じます。縫い目に入り込んでいる毛足は針で出しておきます。これで完成でもいいのですが、少し生地が余ったので尻尾を作ってみました。尻尾は型紙には含まれていませんが、あまり生地で作れそうならぜひ作ってみてくださいね。猫や犬の尻尾なら2枚の生地を縫い合わせて作ることができます。
返し口はこの地縫いで閉じます。あとはお好きな位置に縫い付けるだけです。うさぎやクマの尻尾はこちらの動画を参考に作ってみてください。意外と簡単に作れちゃうので、帽子を作ったことがない方もぜひ挑戦してみてね。このチャンネルではぬいぐるみ制作をはじめ、推し縫い関連の情報を発信しています。ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょうね。ぴよぴっこでした。